はようございます。夫と私は共に70代。この家に住んで3回目の冬です。1月15日朝7時。枯れ葉がくっついていますが、これは大切にしている祖母のコートです。朝一番の仕事は鳥たちの朝ごはん。みかんは人気メニューです。庭に出ると何かしらやることがあります。今朝は梅の枝と葉蘭に気がついてしまいました。
きましたけど、はい、ご飯です。す汁。ほら、この間酒粕を買ってきたでしょ。ああ、それはこれの寺田酒造さん。これの砂糖そうそう。はい、いただきます。ちょっとね、今日はね、緊張しておりました。仕方ない。3月でもどこも行かなかったでしょ。そうで、まあ神社の掃除しただけで正月の行事としてはありますよ。雪が降ったの良かったね。うん。畑はね、今は何にもあんまりでやることがないんだけど、ネギだけだ。うん、残るのはね、この皮の中、袋とか柚子の果汁の袋とか、絞った後の絞りかすなんだけど、残るじゃない、それって大体捨てちゃうじゃない、でもね、それがね、多めのお塩でね、お塩にしてでゆず塩っていうのを作るんだって、そうするとね、こういうとこに使ってもいいし、なんか下味をつける時とかにお塩の香りを使うので、そうすると香りが移っていいっていうのがあって、でこれがそれです。作ってみた。で今ね、乗せてみたらちょっとこれまだつけ足りないからね、いいですよ。柚子をね全部使うっていうやり方だった。これは冷凍はしないのね。あ、これはね、もうお塩がいっぱい入ってるから割と長持ちするのね。いろいろね、お肉の下味付けとか使えるんですって。ちょっと考えてみようと思って。なるほど。そういう考え方は好きだね。でしょ？
おやつにしましょう。まだね、小豆がおやつじゃない。なんだと思う？白玉。結構ね、食べたいなって言ってたの。食べたいなっていうか、結構好きなの。じゃあ、待ってね、考えてて。お茶とおやつを置いとく。ああ、これか。なるほど。なるほど。いかが？なるほど。わかりました。あ、でもこんなになるんだ。どう？これですよ。これ食べたかったんじゃない？そそんなことない？違うだろ、それは。そう？あなたが自分が食べたいから作ったんですよ。子供の頃の山盛りのあ、そうよ。かき餅っていうのが夢だったんですよ。夢っていうか。ごちそうではないけども、そのお茶のお茶受けにはちょうどいいんじゃないですか。そう言いつつバクバク食べてるもん。ああ、すごいかっこいい。ほら、ジョージア沖女性の墓なんだけど。あ、漁師さんのことも書いてある。嬉しいね。リズ氏がいる人からね温かい声をかけていただくなんていうのは本当に光栄でありますね。というか、そんなことは夢にも考えなかったね。っていうか、本当思ったこともないような。頭を使った小さなおばあさんっていう本があるじゃない。これね、前から探してたの。でなんか私に似てると思う。小さなおばあさん。小さなおばあさんは大変貧乏でした。もしおばあさんがこれほど頭が良くなかったら、おそらく毎月お金のやりくりをすることができなかったでしょう。でもおばあさんは頭を使うことにかけては大した人物でした。おばあさんはいつも使わないんなら頭なんか持ってたって何の役に立つかねと言っていました。というわけでこの本を読めばお分かりになるでしょうが、おばあさんはとても上手に頭を使って万事うまくやったんですよ。でもこのおばあさんそんなにちょっとおばあさんなんだよね。間抜けなんだよね。でもそこはね好きなの。多分似てるわ、とっても私に。そのおばあさんのスカート継ぎ当てがしてあって私のセーターみたい。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになっちゃったね、おせんべいで。
したんじゃないかなと思う。ほらすごい継ぎはぎになってる。うちは私うちは古い着物大事にして汚れたら全部シミがあってもなんでも裏の方にねすればいいし、これは多分着物の下に着る基本的な着物、でね、あんまりねちょっと汚れてたから捨てようかなと思って、でも一応洗ってみたのでアイロンかけたの。そしたらさ、やっぱりね触ってみて絹だからやっぱりすごく肌触りがいい。今日も最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。